にちは、ちかです。はい、ということで、今回もちょっとバンの車内からお送りしているわけなんですけれども、どうでしょうか。ちょっと変化にお気づきになられた方もいるんじゃないかなというふうに思いますが、いかがですかね。はい、そうなんです。実はですね、以前、バンの方ね、ある程度作業完了しましたという風な、動画を作って公開させていただいたんですけれども、あれからね、やっぱり使っていくうちに、ちょっといろいろ不満とかね、もうちょっと改善したいなっていうことが、何個か出てきました。で、その結果ね、どうしようかなと悩んだんですけれども、もう、ここまで来たら、やりたいようにやっちゃおうということで、できたのが、今の状態となっております。今回はですね、私が何を作ったのかとかっていうのを、簡単にご紹介していこうかなというふうに思っています。だいぶね、車中泊仕様なバンになったかなと思って、かなりね、私自身も、やってよかった、すごい気に入っているんですね。なので、そういった部分も含めてですね、ちょっとご紹介の方しつつ、今後ね、私のように、ちょっとバンを購入して、軽い車中泊仕様みたいにしたいなって方のね、参考になれば幸いかなというふうに思っております。それでは、簡単になんですけれども、ご紹介の方していきたいと思います。はい。ということで、まず一つ目なんですけれども、一つ目にご紹介するものは、今、私が座っているこちらですね。はい。実はこれは、車中泊用のベッドになります。前回の動画ではですね、私はこのバンをもう本当にバンらしく使いたいみたいなことを、言ってたかと思います。あれの意味としては、本当にね、こういった、ベッドだとかね、いろいろと家具的なものは置かずに、もう本当にバンの床で、座って、バンの床で寝てね、本当にそのままの状態で使いたいというようなことを、思っていたんですけれども、やっぱ使っていくうちにね、ちょっと不満とかが出てきてしまった結果ですね、ちょっとこういった、ベッドを作ったというような形となっております。で、一体そのバンの何が不満だったかと言いますとですね、ズバリ、収納の少なさになります。以前の動画をご覧いただくとわかるかと思うんですけれども、私のバンの、荷室はですね、本当に何もない状態ですね。要はもう本当に軽トラの荷台に屋根がついたような、そんな感じの、すっからかな状態となっておりました。この状態で困るのがね、収納なんですけれども、じゃあ荷物どうやってしまうかっていうとね、やっぱり、専用のコンテナを用意したりとか、段ボールに入れてね、それを置いていく、いわゆるバン本来の使い方で、それは間違ってないんですけれども、やっぱりね、それだとちょっと見栄えもよろしくない。私の場合はね、ほんと今後、ちょっと出先とかで、こういう感じで動画とかも撮りたいなと思っていたので、さすがにあんまりね、なんだろう、バン本来の使い方だと、ちょっとね、よろしくないかなと。で、考えた結果ですね、じゃあだったらその収納を隠せて、しかも自分が使えるものを作ってしまえば、これ一石二鳥なんじゃないかなということで、いろいろ考えた結果ですね、じゃあベッドを作って、その下にね、荷物を入れてあげれば、自分はベッドで寝ることもできる。座ったりもできますし、これ一石二鳥なんじゃないかなということで、今回ベッドを作ったというような形となっております。ベッドは、非常にシンプルな構造となっております。主に使用したものは、2x4 の角材ですね。2x4 の角材で、長方形を作りまして、その上に、1x4 の板を、すのこ状に、配置しました。非常にね、シンプルな構造となっています。ただし、車で使うということを考慮すると、やっぱりね、固定はしなければならないかなということで、固定方法非常に悩んだんですけれども、今回はですね、よく工事現場とかで使うのかな、使うターンバックルっていうものをね、使って固定しました。ベッドの方にも金具、U 字の金具をつけまして、そこにターンバックル片側引っ掛けてあげて、で、反対側はですね、このバンの中に実はですね、すでに、床からフックが、何個か出ておりましたので、そこに、引っ掛けてあげて、あとは、締めて固定するというような形となっています。今回2点で止めたんですけれども、もうこれでも全然十分ですね。はい。ベッドを揺らしても本当に全く動かないぐらい、固定ができておりますので、そうそうね、取れないと思います。そのぐらいかなりがっちり、止まっているので、運転中はもちろんのことね、あとは
寝る際にも、ガタガタ揺れたり、ずれたりはしないかなというような形となっています。そして、ベッドとなるとね、重要となるのが、その上に敷くマットレス。要はマットレス的なものなんですけれども、今回はですね、カインズホームで売っている、ちょっと名前がね、合ってるかわかんないんですけど、フラッティっていうロングクッションですね。はい。これを、マットレス代わりに、使っています。マットレス何に使うかね、本当にいろいろ考えたんですけれども、やっぱり私の身長ですね、私175センチあるんですけれども、それぐらいの長さをカバーするものとなるとね、結構値段高かったんですよね。うん。あんまりコストもかけたくないなということで、なるべく安くてなんか良さげなものはないかと、いろいろ調べた結果、カインズホームのホームページにですね、ロングクッションというものがあって、このフラッティというのを発見して、ちょっと購入してみたというような形になっています。先ほどお話しした通り、私の身長をカバーできる、長さがあるんですけれども、フラッティはなんと180センチあります。あまり背が高くなければね、全然寝れちゃうんじゃないかなというふうに思います。で、さらにですね、厚みもなんと8センチもあると。クッションなのに8センチって結構厚いですよね。ということで、これね、寝る時にも使えるんじゃないかなというふうには思います。そしてこれやっぱり値段です。通常のクッションだとね、結構1万円ぐらいしたりするのが多かったんですけれども、フラッティはですね、なんと4980円と、5000円を切る値段で買えるということで、これね、あまりコストかけたくない方はね、非常におすすめなんじゃないかなというふうに思います。こんな感じで、クッションを見つけたので、あとは、このサイズに合わせてベッドの方を作成しました。結果ですね、ほぼ、同じサイズですね。長さが180センチ、幅65センチですね。そして足の高さが、28センチかな。30センチいかないぐらいで、今回、ベッドの方を作ってみました。ベッドを作ること自体は簡単だったんですけれども、一番かかったのが、高さですね。はい。最初作った高さだとね、本当にかなり高くて、私も頭をかがめないといけなくて、この状態で中で快適に過ごすのは無理だろうなということで、そこからね、実寸合わせですね。本当にベッドを入れて座って確認してダメだったらまた出して切ってみたいなことをね、3回ぐらい繰り返しました。その結果ですね、本当に今はすごく快適になっていて、私が背筋を伸ばしても、まだ頭には当たらない、頭と天井が当たらないぐらい、余裕ができています。非常に、快適ですね。今後こういったバンに、ベッドとかね、その他座るものを作られる方はですね、やっぱり数字だけじゃなくて、この実寸合わせで、調整された方がね、いいかなというふうに思います。せっかく作ってもね、あんまり快適に過ごせないとかだったら意味ないというかね、もったいないですからね。その辺は、本当に現物合わせして、とにかくね、自分が納得するまでとことんね、詰めていかれた方がいいんじゃないかなというふうに思います。そして、収納なんですけれども、収納はね、先ほどお話しした通り、ベッドの下にね、収納できるようにしました。で、今回は、トラスコ中山の、パタンとしまえるコンテナですね。私は前職でね、それ結構使ってて、通称パタコンなんて言ってるんですけれども、これ、使うときだけパタンと、組み立てるコンテナですね。はい。これを、3つほど入れてあります。この3つの中に、とりあえず、車中泊で使うであろうものをね、今入れているというような状態となっています。やっぱり収納がなかった状態と比べるとね、非常に、片付けもスムーズにできます。とこんな感じでね、ベッド作ったんですけども、やっぱり非常に快適です。何回かね、このベッドで寝てみたんですけれども、もう全然寝れますね。はい。それね、山でサーマレスを引いて寝れるだけのね、一応スリーピングスキルはあるので、それと比べると本当にね、快適かなというふうに思います。やっぱり快適に過ごすのであればね、確かにこういったベッドは必要かなというふうに思いますので、バンでちょっとね、快適に寝たいなっていう方、もしいらっしゃったらね、ちょっと検討されてみてもいいんじゃないかなというふうに思います。簡単にね、作れますので、ぜひお試しになられてみてはいかがでしょうか。はい、そして2つ目ですね。2つ目に作ったものは、今、私の正面に見えているものなんですけれども、こちら、テーブルになります。以前の動画でですね、床に
こう置く、いわゆる普通の机みたいな感じの、テーブルを作りましたっていう風にご紹介したんですけれども、やっぱりね、ベッドを作ったことによって、あのテーブルだとね、ちょっとこう使いづらい。こういうスタイルになってしまうので、ちょっと使いづらいなということで、新たにテーブルの方を作成しました。で、今回作ったテーブルっていうのが、今この状態ですね、折りたたまれてるんですけれども、折りたたみ式のテーブルになります。どうやって使うかというとですね、これを、持ち上げて、で、ここに金具がありますので、これを2箇所ほど立ててあげると、こんな感じでね、テーブルができるよっていうようなものになります。使った材料については、この天板の部分は、ホームセンターで購入したパイン材の板ですね。はい。幅が確か70センチで、奥行きが65センチだったかなと記憶しています。厚みはね、確か2センチぐらいかな。そこまで厚くないものを使っています。そして、この支えてる部分は、これはね、これだけで売ってまして、商品名がタッチポンっていうものになります。このタッチポンの特徴はですね、あんまりぐらつかないとかもあるんですけれども、なんと耐荷重がですね、40キロまである。さすがにこの上に40キロのものは置かないんですけれども、私の場合は、MacBook Pro ですね、MacBook Pro の16インチ使っているので、あれもね、結構3、4キロかな、3、4キロぐらいあったりとか、あと、やっぱカメラ機材とかをここでね、メンテナンスとか調整とかもしたりしたいので、ちょっと重めのものにも耐えれるものをということで、今回タッチポンを、利用しました。で、タッチポンを、この NV200 に最初からね、実はネジ穴がここ3箇所開いてるんですけれども、うち2箇所使用して、こうタッチポン止めてあげてるっていうような感じになっています。で、その穴を使うとですね、ちょうどこういい感じに、このベッドに座りながら、デスク作業ができるぐらいの高さとなりますので、これ非常にいいなというふうに思っています。こうしながらね、パソコンとかもこう全然できちゃいますし、あとはちょっと軽い食事とかも全然ここで済ますことができます。あと意外に良かったのが、ここにパソコン置くじゃないですか。で、こっち側の壁に背中当てながらね、こう動画とか見るのが結構ね、快適でしたね。はい。だから本当にこの2つのおかげでね、すっごい車内が快適になったんですよね。いや、これは作ってよかったなっていうふうに思っています。で、話がずれちゃったんですけれども、机を作ったわけなんですけれども、いいことばっかりじゃなくてね、ちょっと問題点もね、発生してしまいました。それは何かというとですね、やっぱり走行中に、この畳んだ状態のままだと、結構こうバンバンね、振動で、パカパカしてしまうと。結構音もひどくてね、なかなか辛いものがあるんですよね。でその結果なんかいい方法はないかなと、考えたんですけれども、やっぱりベッドで使ったね、ターンバックルが、非常にこうがっちり支えてくれたので、机の部分もね、じゃあ使わないときはターンバックルで止めようということで、このような感じで見えるかわかんないんですけれども、1箇所には、フックをつけてあります。で、これと、NV200 に最初から、ボルトが近くにあったんですけれども、その部分にパイプを挟む用の金具かな、パックマンの敵みたいな感じの形の金具があるんですけれども、引っ掛けれるところを作ってあげました。この2点でね、ターンバックル入れて、固定してあげるとね、もうほぼ振動もなくなって、かなりがっちり、して、走行中も安心な状態と、なっています。いちいちね、こう、使うときにターンバックル外すのめんどくさいなとは正直思うんですけれども、でもね、私の場合は本当に、登山に行く際にね、林道を走ったり、ちょっと荒れた道、そこまで荒れた道は走れないですけどね、もう走ることを考えるとね、これぐらいやってもいいのかなというふうに思っています。はい。作ったものはそんな感じとなっています。あとはですね、この入り口部分ですね。多分今カメラ映ってないんですけれども、この入り口の上部分に突っ張り棒をちょっと1本ね、入れてみました。これはね、やっぱりウェアとか脱いだ時に、こう、かける場所がないと不便かなということで、本当に衣服の、引っ掛ける
物用としてね、用意したというような感じになります。あとは本当に洗濯物とかなんか、もしね、そんだけ長期行くようなことがあればね、多分出てくるかなと思いますので、そういったものでも活用しようかなというふうに思っています。あとはね、上の方ですね。NV200 なんかよくわかんないんですけど、上の方に結構ネジ穴が、あったので、とりあえずここにね、ちょっとこう引っ掛ける用の、丸い輪っかのネジのやつをね、入れてあります。まあ、洗濯物洗濯物ばっかなんですけど、こことかね、ロープでこう渡してあげれば、いろいろ引っ掛けたりもできるので、多分ないよりはいいかなということで、今入れてあるというような感じですね。はい。そんな感じでね、正直そこまでこう手を入れてはいないんですけれども、ただこれでも非常にね、快適性は大幅に向上したかなというふうに思います。ここからさらにね、例えば床をね、木にしたりとか、なんかこう壁も木にしたりとかってやってる方ね、結構いらっしゃって、あれはあれ楽しいかなとも思ったんですけれども、でも、やっぱりこう、あんまりこう、衣食住に制限がかかるのは私的には嫌なんですよね。今の状態だったらね、本当に土足でそのまま上がっても、汚れたとしてもね、ほうきで履いたりできますし、そんなにこう、不便は感じない程度に快適に過ごせる状態となっているので、もうこのままの状態で、とりあえず使ってみてね、またちょっとこれが欲しいなとかあればね、ちょっと検討した上で作ってみようかなというふうに思っています。いわゆる本当におしゃれバンとかね、おしゃれ車中泊仕様とは、なかなか違うジャンルにはなってしまってはいるんですけれども、でも、あまりね、こう、見栄えばっか良くて使い勝手悪いっていうのはね、多分私も嫌になるかなと思いますので、おじさんのね、車中泊仕様は、こんな意外と現実的な感じなんだよっていうことをね、今後はちょっと押していこうかなというふうに思っています。こんな感じでね、車中泊できる仕様に無事になりました。あとはね、細かいものですね。今一番欲しいのは本当にポータブル電源ですね。多分あれがないと始まんない気もするので、ちょっとね、ほんとそろそろね、なんとかしようかなというふうに思っています。あとは、室内の、明かりも、ちょっと何個かね、また用意したいなと思ったりしてますので、そういったものを買った上でね、そろそろ、実際どっかに行って車中泊している様子などもね、お送りできればなというふうに思っています。もちろん、登山に行った際にもですね、ちょっと動画の方を作って、公開したいなと思っておりますので、引き続き当チャンネルですね、ご覧いただけますと幸いかなというふうに思います。ということで、長くなりましたが、今回はですね、私の番、おじさん車中泊仕様に変わりましたというようなご報告の動画でした。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。それでは、さようなら。いやー、本当にね、快適ですよ、これ。家を追い出されても、1週間ぐらいはね、なんとかなるんじゃないかなというふうに思います。